私がいるのは JAL のビジネスクラス。ワンワールドのビジネスクラスを利用して世界一周してきたので、その様子をお届けします。今回のワンワールド世界一周旅行、最初の目的地はフランス・パリ。記念すべき第1便は JAL を選びました。この時は4月末だったので、まだ最新機は未就航です。こちらは羽田空港第1ターミナル。 JAL の桜ラウンジが利用できるとのことで向かっています。私はビジネスクラスはもちろんラウンジも利用したことがなかったので、普段とは違う空港の雰囲気にドキドキしてます。この日は4階が混雑していたので、5階の桜ラウンジスカイビューにやってきました。これがラウンジですか。中に入るとまず左手にソファースペースがありました。出発前のひとときをゆったり過ごせそうですね。そして奥に進むとまた雰囲気が変わってドリンクコーナーがあります。入り口右手側にはビュッフェエリアがあります。こちらがかの有名な JAL 名物の特製ビーフカレーですね。またこういったサラダバーもありました。そしてこちらには卵焼きやお魚の和惣菜もあります。ドリンクコーナー、ジュースはもちろんワインなども並んでますね。撮影後に気づいたのだけど、こちらはビールサーバーかな。冷蔵庫の中には冷えたビールグラス。せっかくなので飛行機が見える窓側の席でいただきます。写真撮るの忘れちゃいました。今回は機内食もあるので軽めに。でもどうしても明太子が食べたくてつい手が伸びてしまいました。JAL 特製のドリンクスカイタイム。味は桃とぶどう味。搭乗まで時間があるのでコーヒータイムとします。さていよいよパリに向けて出発です。優先搭乗というだけでもドキドキしながらいよいよ機内へ。今回は窓側の席12の K を選びました。半個室になっていて1席あたり窓が3つも。さてこちらビジネスクラスの座席です。座席には後ほど紹介するアメニティがたくさん。右側にはメニューや機内説明があります。
真ん中の仕切りはボタンで上げ下げ可能。これなら一人でもご夫婦でも使いやすいですね。こちらのリモコンは取り外し可能。映画の操作だけでなくメニューの確認もできました。さてお次はアメニティ紹介。ビジネスのアメニティがこんなに多いとは知らず、置く場所がパンパンです。用意されていたのは膝掛け、ヘッドフォン、機内で愛用したスリッパ、ふかふかの枕、そして最後にアメニティポーチです。このアメニティポーチの柄はランダムになっているみたい。中に入っていたのはアイマスク。私はアイマスク使って寝たことないんですが、飛行機内で使っている方何人かいらっしゃいますね。ポケットティッシュ、そして耳栓、乾燥する機内に助かるハンドクリーム。まだまだ続きます。こちらはスマホスタンド、コンパクトで手になじみやすい歯ブラシ、最後にこれが本当にすごかった。こちらは USB に対応している充電器。なんとタイプ C とライトニング2つに使える2タイプです。出発前からなんとも贅沢な空間のビジネスクラス。こちらはウェルカムドリンクでいただいたシャンパンです。さてここで私のような初心者の方へ。 JAL のビジネスではこのような流れで食事が提供されます。一番初めはウェルカムドリンク。着席後離陸前に提供されました。メインは和食か洋食を選べます。どちらも前菜、メイン、デザートの順で提供されます。その後はアラカルト。こちらは好きな時に好きなだけ注文できるシステムです。今回私はこんな感じで注文しました。メインは和食を選択。アラカルトはいくらしらす丼、アイス、ラーメンなど盛りだくさんです。食事が始まります。はじめに出てきたのは右側ナッツと左側ツナのようなものと、こちらイタリアのお菓子ですね。機内でのワインが密かな夢だったというわけで、今回はピノ・ノワールをいただきました。このツナみたいなやつとっても美味しかったです。これはツナっぽいのに合わせて食べるのかな。食べ方合ってるのかわからないけどポリポリ美味しい。和食の前菜が届きました。わーい。ちなみにこちらは4月末のメニューです。JAL の和食といえばこの盛り付けが印象的だったので、今回は絶対に JAL に乗ったら和食にしようと決めてました。盛り付けだけでも見とれてしまいます。
続いてはご飯物です。こちらの紐を解くと中には白米が入ってます。味はもちろん見た目も日本らしさが詰まってます。和食の中で印象的だったのがこの真ん中にあったハスの締めカレー。スパイスがありながらも和食と合うカレーでした。デザートはこちらの抹茶ババロア。本格的な抹茶の味で美味しかったです。お腹が満たされた後は仮眠をとります。初のフルフラット、まさにベッドですね。さあ、ちょっと小腹が空いたので夜食タイム。注文したのはいくらしらす丼、フルーツ、そしてアイスクリームです。このいくらしらす丼はアラカルトメニューの中でおすすめとあったもの。いくらのプチプチ感はもちろん鰹節の風味が印象的。ちなみにこのいくらしらす丼とは関係ない余談ですが、機内で注文できるフルーツの盛り合わせおすすめです。特に今回の私のように起きてすぐがっつり食べれない方だったり、お腹があまり空かない方、みずみずしいフルーツを食べると胃も頭も少しすっきりします。私のお楽しみのデザートタイム。一度に注文してしまったのでアイスが溶けないうちにといくらしらす丼は急いで食べました。この JAL 限定のパンナコッタ&チェリー味、ものすごく美味しかったのでおすすめ。美味しすぎて震えてました。感動したので機内が明るくなった後も甘いものを注文。今回ジャポールエヴァンのマカロンいただきました。実はこのジャポールエヴァンのマカロン、パリで気になっているお店の一つだったので機内で味わえてとっても幸せ。早くも着陸まで残り数時間。ラストオーダーにはこちらの中華そば。柚子の風味がしっかりと感じられてさっぱり系だったので私好み。まもなくパリに到着です。初めてのビジネス、ドキドキしながらもとても楽しめたフライトでした。さあ、世界一周の旅始まりです。